か、ジェイさん。いやーもうなんか正直昨日までは大丈夫かなっていうところが多かったんですけど、もうワクワクしかないですね。寝れました？昨日はですね、何時に寝たっけ、10時くらいに寝て朝の4時に目覚めましたね。運動会前の小学生みたいな感じです。ワクワクですね。どうなっちゃうんですかね。もうでももうとりあえず持っていくものも全部完璧に準備できてると思うので、あとは飛ぶだけじゃないですから。単純にこの格闘ゲームが好きで始めて、その僕のやっぱり抱えている悩みとして、インターネット上だったらいくらでも対戦ができるけれど、そのオフラインだったら誰とも対戦ができなかったんですよ。その大会があっても参加できなかったり、コントローラーがないとできないとか、そんな中で、大会に出られないことが分かっていたとしても、やっぱり強い人に憧れてたりとか、そのゲームセンターでゲームでみんなで仲良く遊んでるっていうのには、そういったなんかゲームコミュニティというものにすごい憧れがあって、なんかそこがやっぱり自分の根っこの部分にあるのかなって思って、だからその人とゲームを通して交流するっていうのはすごい、当時憧れてそれが好きで、なんか今はそれを続けているし、それを伝える仕事に就いたっていうところになりますかね。俺エボ行きたいって毎年言ってたけど、本当に行くと思ってなかったじゃなくて、俺行きますとかって言って何言ってんだこいつぐらい思ってたと思うんで、その自分のしたかったこと、課題だったやりたかったこととして一個一個その目標を解決していった上で、残す目標がエボだけだったらそれにももちろん調整しないといけないなと思って、今回、一個決心したっていうところになります。到着しました、ラスベガスに。どうでしたか、移動は。まずそうですね、結構なんか姿勢が大変だったりとかあったんですけれど、そのヨギボーのクッション、今回今腕に乗っけてるやつこう売ってったんですけど、これ首だけじゃなくて体中いろんなところに使って財保持したりとかしてですね、なんとか無事に行ってくることができました。タクシー後ろから乗り込めるタイプのやつがあるらしくて、なんかそれを読めばすぐ来てくれるみたいで、日本だったら絶対予約しなきゃいけないじゃないですか。なんで本当に不安だったんですけど、なんか大丈夫っぽいです。ちなみにもう夜中なんですけど、今1時2時くらい、そんな時間でも車椅子で移動してタクシー取れるってすごいなって思います。あとなんか交通手段結構いろいろあるみたいで、そのなんだっけ、トラムだったかな、なんかホテルとホテルつないでるモノレールとかもいろいろあるみたいで、なんかアクセス方法はいっぱいあるみたいで、それでいろんな方法を使って大会行ったりいろんなとこ見たりとかできたらなと思ってます。旅の醍醐味だと思うので、なんか触るものがなんて言ったって冒険してきたんでね。はい。なんかロープあるみたいな感じです。最近あった怖い話していいですか。じゃあパスポートをですね申請しようと思って事前にですね、今ってインターネットで PDF にいろいろと入力して
提出できるんですけど、まあ急いで準備して母親の分と自分の分、先に母親の分を作って自分の準備して、パスポート取りに行ったんですけどもね、自分の性別が女性になってましたね。怖い。ホテル取るのもなんかいろいろ調べて、車椅子で OK なところを調べたりとか全部自分でやったし、チャット GPT に頼んで英文に変えてもらってメール出したりとか。これからコントローラーちょっと組み立てたりして、持ってきた機材壊れてないか確認しつつ準備ですね。当日はもう行ってすぐできるようにコントローラー周りセッティングしたいと思います。そうですね、なんか僕が高校生の時格闘ゲームを始めて、やっぱ一番憧れていた場所ってオフラインの対戦をすることだって、誰か知らない人とオフラインでゲームをすることだったりだったんですけど、それで結局こうやってゲームのコントローラーの音とかを聞くとか、なんかそういうのも憧れだったので、こう今横でみんなバチバチとやってるのを見てて、なんか僕の当時の夢っていうか憧れが今回エボに来たことで一つ叶ってて、ちょっと嬉しいですよね。これから全員ぶっ倒しますけど。いやーもうまず無事に武道さんがついてきてもらえたので、そこがクリアできたのが一番あれですね、ありがたいですね。普段は理学療法士としてですね、僕以外だとおじいちゃんおばあちゃんとかの歩行訓練とかいろいろなのやってるの分かんないです。体のことのリハビリをよくやられているはずなんですけれど、気づいたらとても僕のエンジニアみたいになっちゃってました。どれぐらいやったんだろう。もう、10回20回ぐらいはやったんですかね。もっとやってるかな。慣れてきましたか？そうですね、最初の頃に比べたら。でもどんどんバージョンアップされていくので、いろんなボタンが変わったりとか。ちなみに趣味は山と川に行くことらしいので、全然こういった作業は全く興味がないそうです。興味ないってわけじゃないですけど、そんなに格闘ゲームは詳しくないですけど。ゲームするために体の姿勢をまっすぐになるべくなるように調整してますね。いや結局その座り位置とポジションによってその指の位置だったり肘の位置だったりも変わっちゃうので、なるべく正確に持続カーテからつながる技がわからん。センターポジションをしっかりと整えないと。おーし。後でまたなんかちょっと微妙みたいなの言ったら、姿勢が悪かったらね、元も子もなかったりするんで。はい。来てないね。格闘ゲームのいいところ、好きなところ、素晴らしいところをいつもノートに書いてるのに、書いてる本人がゲームしてなかったのが世界で一番ダサいなと僕は思って、だったらどんな方法でもいいから格闘ゲームやらなきゃダメだろってその時思って、だったらどんな方法でやったらいいのかなって考えた時に、もう文字通り手も足も出なかったので、顎でやるしかないなと思ってですね、顎でゲームをするようにしようと思って、最初はそのコントローラーもなかったんですけれども、プレイステーションのコントローラーを顎の前に持ってきて、そのレバーを顎で動かすのように養生テープでもぐるぐるに固定してゲームを最初したりして、
たっていうのが本当に3年前、ちょうど丸3年前くらいですから、僕が一番大事なことだと思うのが、それこそたくさんの方に手伝ってもらってコントローラーを作ってゲームをしてるんですが、その格闘ゲームの良さっていうのが、その身体的な部分を課題を解決した上で平等に対処できると思っていて、そこの中にでいわゆる不自由さって全くないです。僕がゲームしてる上で不自由を感じることってほぼなくて、たまにあるとすれば、そのさっきのコントローラーのちょっとやりたいと思った行動がうまくいけない時がたまにあったりするってことあったんですけども、でもそれですらも工夫さえすれば解決できるし、実際さっき今解決ができて完璧にゲームができる状況になってるっていうところもあってですね、そういう状態で平等に体制ができる。完全に負けた理由がデバイスのせいじゃなくて自分のせい、それも身体的な自分のせいじゃなくて自分の人間の人間性能的なところですねだけでが責任になるってことが本当に僕は魅力だと思うし、それって何に関してもそうだと思うんですけど、もう何もよりも自由なのかなと思っていて、自分の行動が自分の責任になって、なおかつそれが自由にできるっていうところがやっぱり僕は格闘ゲームの魅力なのかなと思いますね。エボって大会出るのもそうなんですけど、こうやって合宿みたいに集まって対戦するのっていうか、ああいう部屋が部屋だけじゃなくてホテル中いろんなところで行われてるっていうのがまたすごくやっぱり普通の大会ではないところだなと思うので楽しかったですね。そうですね、みんなでも話しましたけど、全員明日頑張ろうと言って帰ってきたんで、僕も負けないで頑張りたいと思います。めちゃくちゃ欲しいです。今度送ってきます。だからちょっとホテルのフロントで聞いてこようかな、したんですけど、で今日はもう10時半でなんですけど、いよいよっす。今回の旅の目的が、エボリューションに参加することで、1日目のプールを抜けるために今日の大会で勝つことなので、勝てるより頑張りたいと思います。まずトーナメントがあるんですけれども、2回負けたら終わりです。1回負けても、もう1回試合が残ってるんですけど、なのでまずはトーナメントを抜けて明日に残るために、合計で3人の選手に勝たなきゃいけないというところで3勝を目指して頑張りたいと思います。5000人強くらいのプレイヤーがストリートファイター6だけに参加してます。プールの中でもまたたくさんトーナメントがいっぱいあるんですけれども、大体1ブロックの中に僕のいるトーナメントのブロックでは20人くらいいますね。合計3名まで次の日に残れるっていう感じですね。だから20人中3人だけ残れるっていうところです。丁寧にプレイするってところですね。勢い任せじゃなくて丁寧に対応して動くようにっていうところはみんな言われてるので、いつもの勢いだけのプレイングじゃないところができたらいいなと思いますけど、多分緊張してこらついちゃうんじゃないのかなっていうところあります。多分今まで生きてきて格ゲーやってきて一番格闘ゲームと向き合えてるのかなと思うので、まずは自信を持ってプレイできるようにしたいと思います。着きました。強いやつの匂いがするな。
強いやつの匂いがしますよ。肩に結構担がなきゃ。これ変えてください。元のやつに戻すんじゃなくて変えるんですよね。戻していいです。戻していいですか。そちらの会社の方ですよね。これから、大会直前になるので、コントローラーの設定ちゃんとできているかであったり、ボタンの位置大丈夫かとか調整をしています。コントローラーもできたので、これからちょっとサイコムさんが持ってきていただいたパソコンでちょっとだけ電源借りて一瞬だけやりたいと思います。見てもらえると分かるんですけど、めちゃくちゃパソコンがちっちゃくて、これを今回サイコムさんに持ってきていただけたおかげで事前に練習ができてすごくありがたいですね。そこが多分下がってると思うよ。もうちょっと引いてちょっとだけいいですか、全体的に。はい。手のポジションとしてはこのぐらい、小指が当たってる方がですか。そしたら全体的にちょっとボタン上げないとダメですね。ちゃんと現場に動かしてください。もっとお腹に近づけて。小指が合ってない。小指か。はい。それ聞いたら申し訳ないけど、めっちゃ笑っちゃう。OK。行きましょう。一言じゃなくても OK です。まあ、楽しみましょう。楽しみましょう。みんな後ろでついてるんで頑張ってください。リラックスしていつも通りで。じゃあそれでいっぱいリプライも来てました。
よいしょ。ポジションと。オッケー、うまいよ。落ち着いてできてる。はい、リーソル見えてるね。オッケー、ナイス。行こう、ここまで。いいよ、全然いいとこ。オッケー。でかいよ。おい、おい、よいしょ。いいね、うまいよ、マジで。気持ち出てるよ。余裕あるな、マジで。オッケー、オッケー、気にしない、気にしない。オッケー。オッケー、オッケー、いいね。アドバイスなし。続行。それはいい。待てないでから。あ、飛びすぎなくていいんだけど。はい、でかいね。これリソロンじゃない？ナイス。オッケー。よし、ナイス、ナイス。まず一緒。あと2人っすよ。勝つの絶対。絶対勝つから。いいね、すごい。いい攻め。当たってる。いいよ。ダメ端。おい。大丈夫。全然安い。全然大丈夫。元気がいい。我慢しよう、我慢。一旦我慢。オッケー、いいよ。いい我慢。まだ我慢。3分回復したらオッケー。いいね。全然いいよ。安い。パリするね。ない。いいね。いいよ。上がってる。オッケー。はい。しゃあない。安い。おー、いい。でかい確認してる。オッケー。おい。当たってる。勢いあるよ。かけすぎるな。お客で落ち着いてる。いいよ。大丈夫。あ、いいでしょう。確か。ここどっしり行こう。どっしり。オッケー。ライン上げていけ。いいね。いい足。もう1、2回でリソル。払わしたら美味しい。そうだね。払わして。まあ。よし、いいよ。ある。オッケー。いい、全然いい。趣味だな。まあ。オッケー。
はいオッケー。あるよはい、でかいでかい。はい。はいはい。よはい。ーいオッケー。オッケーオッケー。うまっ。これは。どれまあまあもうオッケーオッケー。投げ捨てていいよ。投げ捨てていい。おーすげえ。残るか。モダン補正どれぐらい？モダン補正でギリ残る。オッケー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 。いいよいいよ、それでいいそれでいい。落ち着いて。いやいいじゃん。ー熱い。このまま行く。まあまあまあ。ゴー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 。これでオッケー。いい感じ。いいプレーできてるよマジで。これ取れたらでかいな。いや内容良かったですね。エス返し半端ない。結構緊迫してたから。ナイス。そうだよな。オッケー。ゲージ消すのゲージ。いいよ。冷静だね。いいよあんた。どうなってんの？よし出なくてもよし。オッケー。よしよしオッケー。うまいさ。うまい。はい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 。いいよ。どっち？はいはい。悪い。どうする？いい。オッケー。大丈夫大丈夫大丈夫。いいよ。マークして。おお、グラップル。おーい。嬉しい。どうし？まあまあまあ。全然いいです。安い。いい全然安いから。いいね。今のでいいよ。はい。はい。いいね。おい。すげえすげえ。本当に遠くすげえ当たる。オッケーオッケー。相手ゲージ少ないよ。触りにくいよ。いい。オッケー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 。ここから読み合い。オッケー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 。いい負け方。よし。おっしでかい。これはでかい。はいはい。ナイスオッケー、でガかすぎる。ード。ナイスガード。あ大丈夫大丈夫。焦らない焦らない。あ。いいバックジャンプ。まあまあまあ。投げ捨てていいよ。投げ捨てていいです。オッケー。見てる。見てるね。うまいわ。落ちこ一旦落ちこずれない。触りに行けるならゲージ削りたいな。よしよし。オッケゲーー。ジ削って。無料。はい。相手ももう消極的。よし。オッケーオッケー。バーンのちゃん。CS 化します。オッケーオッケー。ああはあはあ、大丈夫大丈夫。いいねいいね。うまいじゃん。どうなってる？ナイス。ここに来て覚醒してる。アドバイスが。いいね。いいよ。いいね。セットプレーいいよ。いい。いいよ。はい。投げ捨てていい。投げ捨てていいよ。ナイススイダー。はい。いちょっとゲージ見てもいいよ。オッケー。投げ捨てていいよ。投げ捨てていい。しっかりしてる。いいね。ゲージ削っていい。おい。いいね。オッケーいいよ。できてるできてる。全然気にしない。ナイス。いいね。リーソル見てる。リー
サル見えてるよ。勢いで押してる。いいよ。でもいいね。ちょっと注意。はい。オッケーオッケー。焦らない焦らない焦らない。有利。よーし。ナイス。あるぞ。でかい。回してくる。オッケーオッケーオッケー。いや、いい投げ上げられてるよ。いいね、投げ出さないで。問題ないし。いいね、手順に戻って。触りに行けたら。オッケー。オッケーオッケー。でかい。マジある。マジある。これ。もうちょっとこれ。いやー、そうだ。全然流れば。でかい。オッケー。でかいよ。はいはいはい。はい。マジか。リーチ。はいはいはいいいよラッシュ。オッケー落ち着いて無理にいかない無理にいかない。オッケーそれでいいそれでいい。ナイス。でかい。でかい。ナイスナイスナイス。全然いいです。いいよ投げ取っていいよ。もうすぐリーサル見える。オッケー刺さってる刺さってる。全然いいです。よし。オッケーでかい。オッケー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 。こっからどうするかな。立ち回り戻って走る。よっしゃナイス。おめでとう。素晴らしい。おめでとう。ナイス。やるねおめでとう。さんナイス。ナイス。あるじゃん。しっかり抜いていった。すごいね。マジで。次やったな最後まで。僕は格闘ゲームやっていて、やっぱり目標があるからこそやるし、目標が際限なくあるから続けられるのかなって思うので、一個一個しかもその課題を自分の中でやっぱりリハビリみたいに一個一個解決していけると、やっぱ日々の生活でもその課題を解決する能力ってなんて言うでしょう、養うことはできると思うので、まあ、そこはゲームってその何か自分の中で大きい壁みたいなものを感じても、それをすごい小さく解決して小さくリハビリすることができるツールのやっぱ優れているところだと思うので、僕はゲームを通してなんか困ったことを解決する能力っていうのはなんか学ぶなんかやっぱ役立ってるのかなと思いますね。それがなかったら多分一人で東京に行くなんて思ったこともなかったと思うし、家から一歩も出ることもできなければ一人で買い物もできなかったと思うので、そこはやっぱゲームに教わったのかなと思います。いや、先についても結構いろいろと考えていて、絶対僕がエボに行って帰ってきたらですね、僕みたいに格闘ゲームが好きな
障害を持ったプレイヤーっていっぱいいると思っていて、そういった方が例えば工夫してゲームができるようなデバイス作るための工夫だったりとか、困ったらもちろん僕ができる範囲だったら教えることもできるし、あとは多分日本の大会とかにも出たいけど出られないっていう人だって結構いると思うので、なんかプレイヤーのその活躍を支援できるようなことができるといいのかなと思ってます。それが自社で行うイベントの制作であったりとかもそうですね。障害者 e スポーツ、バリアフリー e スポーツの普及活動をより強くしていけたらなと思ってます。それが選手としてまずやりたかったことは今回でもう全てなので、これからはコミュニティのことためだったりとか、ゲームで障害を持った方に僕の好きなことで何か支援ができればいいなかなと思ってます。